ございます。朝ね、朝はなんかいつもガスります。なんと1番目にこの数字で車庫がちょっとだけですが降りました。あんまりおる数字じゃないんですけど、だいたいこういうの1番目だけだったりするんですよね。すぐ潜ります。老眼ちょっと、あとは芝とガラでした。一番今日もほとんどもうヒラメにかかってますけど、例年よりね全体的に相場がゆっくりしてますが、厳しい時期ですがなんとか頑張ってやってます。今日もヒラメ狙いながら頑張ります。まあ一応エビをベースにやっていきたいと思います。やっぱり2番目はもう尺いませんね。さっきわーって入ってたんですけど、拾えるのは1つかな。おー、ナイスナイス。小さくてもまあいればおまけなんで、これがね本当にもうレースと言ってもいいぐらい。まあカニにはもちろん勝ってませんが、ギリ拾えんような尺ばっかりですね。一応エラをしっかり洗っておきます。まあ行きますけどね、今は水温今11度あるらしい。1日で1度ぐらいすぐ変わりますね。これは拾えそう。ここら辺は拾えそうですね。なんとこれもこれもやっぱり車庫はだんだん減ってきましたね。潜ったんかな。でも車庫おるな。車庫今あれだけです。今日はちょっといつもより多い。カニまでまあ多くなくても嬉しいですね。しかもまあまあこれは取ったし、生子までナイス。これはいい網でした。これは本当にナイス、ありがたい。ただひたすら平前待ちでやってこういうふうに当たってくれればいいんですけどね。今のところ新年になってからずっといない日っていうのはないですけど、最低1つは取ってますが、取れないと寂しいですよね。カニがいる時期じゃないですからね。はい、残念。潮が行き出したんで魚が見え始めましたね。またでもやっぱちょっと潮行き始めたらエビが寂しいですね。今日はガスが張れません。映っとるかな。これが岡山の四方海苔のセットです。ここよりも川の河口の海苔のセットのやつの方が美味しいらしいです。まあ当然そうでしょうね。川から栄養がもろですから。大潮で刈るのと小潮で刈るのとでもちょっと風味が変わるそうです。
何匹か見ますね、こういうの。ちっちゃいやつと比べてもすごい。オスですね。今日はフグオコゼがちょっと少なめっすね。ダメの雰囲気ないっすね、あれから。良くなってきた。そして今年はこれが戦力になる。毎年冬はね大したことないんですけど、なんと夏よりもいい。今年は冬のこっちの美味しさが分かってもらえたんでしょうか、もしかして。さすが塩返し。ずっと狙ってはいるんですけど、塩返しなんで特別いそうな筋だけを通してみました。よいしょ。よかった。しかもこうやっとる。こういうのがね、本当に重い。こういうのが一発来てくれると本当にありがたいんですよね。声取って、しかもなかなかの中型。3キロあってもおかしくなさそうな。よいしょ。重さですね。塩返しだし色型なんで他の魚もね入ってます。なかなかでした。またちょっとだけですけどシャコ出ましたね。やったー、おかずでいいか。いやー、こっち来た芝エビおらんすね。ガラちょっとだけやな。よいしょ。全然期待してなかった。オスですけど、さっきのヒラメには勝てんけど超嬉しいですね。大負け。これまたやった。メスだと5倍ぐらい嬉しいですけど、オンでもこんな親がね今の時期いない時期なんで芝おらんですが、こっちへ来てよかったです。では次の網でラストにしたいと思います。ラストです。最後はチヌでした。ヒラメと最後の親のカニのおかげでまあ良かったです。では帰ります。お疲れ様でした。ちゃんとエンジンが切れるのがいいよね。前のエンジンの時はもう切れんかったけどね。紐で切ってました。紐でさばって。
もう港に帰ってすぐ直前ぐらいから3羽ぐらいぶわーっと前から俺の船に飛んでくるのが見えます。大人気です。今日もこれを見た瞬間安心いたしました。もこもこのヒラメですな。よかった。取ってくれてよかった。とにかく分厚い。いや、これ見た瞬間本当安心したね。頑張って明日まで元気でいてちょうだい。エビは5つ針玉です。はい。あ、ポチ。シバ4にガラ1つ。でもガラ少ないな、もう。おりまへん。タコですな。タコ。美味しそうですな。カニもそしてオスのカニの親を見たときにもう安心いたしました。おお、カニちゃんがおる。最後が2番目。カニ。ちょっとシャコ漁行く日が近づいておりますかな。基本シャコ漁は参加しない方針なんです。そういう流儀やってるんですが、まあ参加はせんけど、シャコは行くかもしれません。需要がすごいんで。はい、こんな感じでした今日は。はい。お疲れ様でした。はい。皆さん今日もハードワークデーコンテーテーテお疲れ様でした。今日はこちら戸河内先輩からいただきました戸河内白です。気になるお値段は2580円。なんと素晴らしい2000円台で買える明石ウイスキー以来のウイスキー桜尾のやつですね。広島のおそら館の麓ですね。水がいいとこです。あらら線までいい匂いのイチローズモルトは開けた時いい香りはしませんでしたが、こちらはいい香りですね。戸河内は結構今まで何本も飲みましたが、フルーティーでいい香りのパターンが多いような気がします。そしてさらに気になるアルコール度数はですね 40% 標準並み。色がなるほど。色はこんな感じで、香りはですね瓶開けた時はいい香りでしたけど、グラスに注ぐともうバチバチアルコールの香りですね。アルコール臭が強い。いただきます。味わいフルーティー。ちなみにこれもイチローズモルトと同じく原材料モルト&グレーン、その他の穀物も使ってるみたいな。飲んだ時の香りは瓶を開けた時の香りですね。アルコールの 40% なのでアルコールの辛さがないと言いたいですが、イチローズモルトよりはあれは確か 46% だったと思うんですけど、あっちはアルコール辛さなかったですけど意外にアルコール辛い、コクはあまりない。でこれを送ってくださった先輩がちょっと飲み比べてどっちが美味しいか後から教えてくれって言われたんで飲み比べてみたいと思います。飲み比べる前からもう比べながら喋ってましたけど、もう香りは明らかにこっちがアルコール臭ですね。こちらはですね香りはありますけどあまりない薄いアルコール臭という感じでしょうか。あまりこの木の香りがふんわりいい香りが来たりとかはないですね。ではいただきます。好みとしてはですね自分はこっちですね。しかも結構大差ですね。紹介した時におすすめですと動画の中で言いましたが、これは本当におすすめですね。やっぱり今飲んでもおすすめです。もう口の中に広がる甘みとか香りがやっぱちょっと違いますね。あまりこっちを飲んだとこっち飲むと本当に甘みもコクも広がらない感じで、これだけ飲むとフルーティーなんですけど、これ飲んだ後だとちょっと厳しいかな。やっぱり本当の味を知るためにはちょっと加水してみたいと思います。こちらは美味しいに決まってますんで、本当に甘みが引き立ってやっぱ加水した方が味が分かりやすい。ではこちら今日の方行ってみたいと思います。これは個人の見解ですがちょっと勝負にならない圧倒的でなんじゃないでしょうか。戸河内美味しいんですが2000円台のウイスキーは明石ウイスキーがありますが、戸河内と明石ウイスキーだと自分は明石ウイスキーでしょうかね。もう香りがやっぱり全然明石ウイスキーの方がこれ飲み比べなければねもちろんフルーティーで美味しいと思うんですけど、飲み比べてしまうともうアルコール辛さだけが目立つように思いました。先ほどですね寄島に停めている遊漁船ゆうみ丸の船長
実は自分の高校の先輩なんですがから連絡があり「フグいる?」って言われたので、これまたスキップしながら取りに行ってまいりました。で先輩が言うには湯引きがおすすめだということで、湯引きと刺身と、あとですね遊漁船天竜の山下船長が炙りがおすすめだというので炙りもしてみました。はい、こちらになります。ありがとうございます。刺身って言いましたが刺身はないそうです。炙りと湯引きです。どっちもめっちゃうまそうですけど、まずは醤油とわさびでいただいてみましょう。その後ネギかけてポン酢でいってみましょうか。今釣ってきてくれたばっかり。先輩ありがとうございます。では先輩おすすめの湯引きいってみたいと思います。沸騰したお湯に3秒、その後氷水で締めてます。いただきます。めちゃくちゃうまい。やばいぐらいに美味しいです。なんと驚いたことにフグに甘みをあまり感じたことはないですが、甘ささえ感じる。確かに刺身より湯引きがおすすめだって先輩言ってましたけど、こっちの方が美味しいかな、刺身より。もうこれは相当美味しいですねフグしょっちゅう食べてますけど、自分は一応汁物が一番好きなんですまし汁にして食べてますが、初めて湯引き食べましたけどハマる感じですね。で、味噌汁。はい、骨で味噌汁を。もちろん骨の部分も捨てません。味噌汁にしてみました。ここ絶対うまいでしょうね、これ。ここのところいや、これ絶対美味しいでしょ。弾力すごっ。うわ、めちゃくちゃうめえ。結局やっぱ汁が一番好きなの、これは。ちょっといただいてみましょう。湯引き美味しかったけどやっぱり汁が優勝かな、これ。フグだし美味しすぎですね、やっぱり。では釣り船天竜の山下船長おすすめの炙りも行ってみたいと思います。これだいぶ前からね、これもおすすめされてたんですけど忘れてたんですよね。今日さっきいただいたんで思い出したんでやってみました。いただきます。炙りの方です。もちろんですけどまた違った美味しさ。香りですね、こっちは。香りが引き立つ。こうつけがたいぐらい美味しいですけど、どちらか選べと言われたらもう本当にあくまで好みの問題だと思っていただきたいんですが、こっちでしょうか。湯引き。理由はですね、フグなのにもかかわらず甘みを感じるということです。うまい。ただこれがちょっとめちゃくちゃもうバチバチに美味しすぎですね。浜湯ポン酢で、浜谷くんからもらったこの浜湯ポン酢で、ではネギ添えてポン酢、本当はかけたいんですけどちょっと全部ポン酢になっちゃうんでポン酢でいってみたいと思います。当然うまい。では炙りの方ポン酢で当然美味しい。醤油とポン酢どちらが美味しいかと問われると五分。生姜とかいらんの？生姜とかはない方がいいかもな。個人的にはやっぱり汁が最強ですかね。今回もご視聴ありがとうございました。どっちが美味しい？いやでも炙りの方が好きかな、絶対。ちょっとは歯ごたえが良くなっとる。ちょっとは何でも炙りが好きだもんな。サワラでも。